今週の出雲ラボは、出雲は前々から欲しがっていた低型電動ドライバーをようやく購入したので紹介します。小さくてかっこいいマットグレーの金属ボディ、トルク調整機能、LED ライト。持ってるだけで楽しくなる低型電動ドライバー、よかったら見ていってください。こんにちはったらこんにちは。出雲です。買っちゃった。なくてもなんとかなるけど、あると便利な小型電動ドライバー。DIY やってると細かいネジをつけたり外したりすることが多いですが、小さいドライバーを手でくるくる回すのが結構大変。いろんな動画で小型の電動ドライバーが使われてるのを見てずっと欲しいと思ってました。で、実際使ってみると思いのほか良い出来だったので、今週はこのペン型電動ドライバーを紹介していくぜ。で、ドン。これを買いました。ペン型ドライバーなのでペンドラなんでしょうか。いろいろと不安になるすっごい投げやりな名前の付け方です。でも印象に反して中身はケースも含めてよくできていました。では早速見ていきましょう。開封から見ていきます。パッケージは日本語になってますが、角が潰れてます。誰かが落っことしたんでしょうかね。残念ポイント。本体以外にはちょっとよくわからない磁石と充電用の USB ケーブル。説明書も日本語になってます。裏側にも日本語で使い方と書かれています。本体。箱は潰れてましたが傷はなさそう。ケースはカチッと押すと飛び出てきます。かっこいい。中にはビットがたくさん。本体の質感も良さそう。本体は閉まったまま充電可能。いろいろ考えられててよくできているなという印象です。中身を確認。精密ピンセットとヘラみたいなのがついてました。このヘラも謎の金属製で分解とかに使えそう。こちらは謎の磁石。ネジとか拾うのに使えそう。マグネタイザーとは一体。ケースの小物入れみたいなところにも磁石が仕込まれて、外したネジをしまっておけますが、ビットを自家させる仕掛けかも。ビットは表と裏に32本ずつついてて、大抵のものは分解できそう。機能を確認していきます。一番上の機能ボタンを1回押すとライトが点灯。手元が暗いところではめっちゃ重宝しそう。同じボタンをダブルクリックするとバッテリー残量表示。5段階の LED になってて、今はほぼフル充電です。さらに同じボタンを長押しするとトルク調整モード。これも5段階で、今回は MAX に設定。長さ 10mm の木ネジを取り出して、ちょいと固めの板にねじ込んでみます。下穴なしでもこれくらいなら大丈夫。抜く方はもっと余裕。まあこれで木ネジねじ込むことはあんまりないとは思いますが、トルクの強さがわかりやすいかと思ってやってみました。通っぽい使い方をしてみましょう。トラックボールを開けてみます。トルクはレベル3に設定。ライトがついていると撮影にも便利。まずは最初のネジを外します。問題なし。2本目。続いて3本目。最後のネジ。今度は外れたネジを戻してみましょう。トルクはレベル2に設定。ネジを締め込んでいくと本体に力がかかってボタンから指が外れちゃう。ネジ山壊さないので良いのですが、ちゃんと握っていてもトルクはレベル2なのでちゃんと止まってくれます。ネジ山を舐めてしまう心配がないので、
やっぱりトルク調整があると安心。まだちょっとだけですけど、使ってみた感想をまとめます。まずは良かった点。ボディがアルミ合金ですかね。マットな表面加工がすごく秘密兵器っぽくて良きです。あとビットは必要十分にはついてるかな。これ 4mm シャンクなので、あんまり壁を打ってないので注意です。あとライト。これ地味に便利。PC の奥で作業するとか、暗くて見えないことも多いですからね。あ、意外とパワーありました。小さいとはいえ、下穴なしで木ネジ入れられるとは思いませんでした。トルク切り替えがあるのは良いです。似たような製品は結構あるんですけど、トルク切り替えがないものが多いのですが、これがあるとネジ山を舐めちゃうリスクがぐっと減ります。あとケース。ビットをきれいにしまえるし、磁石でばらけないし、カチッとしまえるしで、使うのが楽しくなる仕掛けが満載です。逆に残念なところは、動画にもありましたが、本体細くてホールドしにくいです。これ無理な力がかかると、ボタンから指が外れるので良いところでもあるんですけどね。あと、本体とは全く関係ないですが、箱が潰れて届いたのがとても残念。何があったんでしょうね。はい。というわけで、最近買ってよかったもの、ペン型電動ドライバーの紹介でした。なくてもなんとかなるんですよ。使えるシーンも多分限られてます。例えば、家具組み立てるのとかにはさすがに使えないですからね。でも純粋に使うのが楽しいデバイスなので、そういう風に製品を仕上げられた企画力がすごいなと思いました。小物の分解、組み立てには積極的に使っていこうかと思います。ご覧の皆様も気になりましたら Amazon とかチェックしてみてください。ではここまでご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とかチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。多分次は AI プログラミングの ESP32 に戻るかと思います。